皆さんこんにちは、近藤美蔵です。今回はチェーサーのタブーと真の役割についてお話しいたします。この内容はサイレントを早く終わらせる秘訣でもありますが、サイレントが明けてからはさらに意識する必要のあることです。しかし、そうは言っても多くのチェーサーがその逆を行ってしまいます。今日はその理由も含めてお話ししたいと思います。このチャンネルは皆さんが次なる次元へスムーズに移行するサポートを目的として配信しています。それでは、シリウス中継、スタート。ツインレイの物語は、宇宙の計画の上に仕組まれたドラマです。そして二人は、ランナーとチェイサーの役割を演じることで、真実の愛に目覚めるようにセッティングされています。ランナーは逃げる人、チェイサーは追いかける人。主にランナーは男性が演じて、チェイサーは女性が演じます。チェイサーは追いかける人と称されるように、ランナーが逃げ出した日から追いかける人になります。しかし私はチェイサーに追いかけないで待つことを促し続けてきました。その理由はなぜでしょうか？人はどうして逃げるのでしょうか？それはそこに向き合いたくないから、あるいは向き合うことができないからです。逃げている人の心理には恐れがあり、追いかけられることを最も恐れます。ランナーが逃げ続けている理由は、チェイサーが追いかけてくるからです。逆に言えば、追いかけてくるものがなければ、逃げる必要はありません。そう言われても、現実的に私は何も動きをとっていませんという方もいらっしゃるでしょう。しかし、何もしていなくても、チェイサーがランナーを意識で追いかけている間、ランナーは追いかけられていることを無意識で感じ取ります。多くのチェイサーがどうしてもやってしまうこと、それは逃げているランナーに愛を証明するためのメッセージを送り続けることです。つなぎ止めておきたい思いと理解してほしい気持ちは当然のことですが、時として人の思いは重くなります。特に逃げているランナーにとってチェイサーの思いはとても重たいのです。一方的にランナーにメッセージを送り続けた結果、ブロックされてしまったので手紙を送る人もいると思いますが、それはランナーの気持ちをさらに重たくしてしまいます。でも心配しないでください。多くのチェイサーがそれを行ってしまいますが、それがタブーであることはちゃんと気づけるようになっています。なぜなら散々手を尽くした結果、何をやってもうまくいかないことを学ぶようになっているからです。ツインレイの物語の前半はそのようになっています。それはチェイサーが追いかける人から待つ人に変わるために。私が知る限りランナーを追いかけてうまくいった事例はありません。チェイサーが追いかけている限りランナーは逃げ続けます。追いかける役割を続ける限り逃げる役割を続けるのです。しかし、チェイサーが追いかけることをやめて、自分の世界に徹することで、ベクトルが変わります。チェイサーの意識が外側から内側に向かうとき、ランナーの意識が戻ってくるのです。その理由は二人が一つであるからです。でも、待っているだけでは、関係は終わってしまうかもしれないと思うかもしれません。
その通り何もしなければ終わる可能性もあります。しかし、それで終わってしまうのなら、それはもともと運命の相手ではなく、それまでの関係です。そのため、ここで一つの腹くくりが必要になります。運命を信じて待つことができるかどうか。ツインレイであるなら、それは必ずできます。そして、ツインレイであるなら、運命は必ず動きます。逆に言えば、自分の力でどうにかしようと思っても、どうにもならないのがツインレイです。運命の流れには逆らえないのです。これは、これまでお伝えしてこなかった、とても大切なことです。チェイサーの真の役割は、ランナーをランナーでなくすこと。ランナーを逃げる人から追いかける人に変えること。いわゆるランナーをチェイサーにすることです。これはツインレイの役割の反転で、これがなければ統合に向かうことができません。ツインレイは宇宙の摂理に一致します。能動性を持つ陽が働きかけて、受容性を持つ陰が受け入れる。それが宇宙の摂理です。以上です。チェイサーの役割についてお話ししたいことは他にもたくさんありますが、今回は核となる部分についてお話ししてみました。これまで一生懸命働きかけてうまくいかなかった人は、ベクトルを自分自身に変えてみてください。きっと逆風に思えた運命の流れが少しずつ変わり始めることを感じられると思います。それではシリウス中継を終わります。